メリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はいつもの動画とちょっと趣向を変えまして、どうしてインディアンモーターサイクルを身近に感じないのか問題についていろいろお話ししていきたいなと思ってます。インディアンモーターサイクル、歴史は非常に長いメーカーなんですけれども、やっぱりハーレーとインディアンどう違うんですかとか、インディアンモーターサイクルってどこのメーカーですかとか、やっぱりまだ言われることが多くて、例えばモーターサイクルショーなんかに行った時でも、インディアンってお店ないからなとか、もうちょっと店増えたら考えるけどなとか言われることが割に多いです。皆さん思ってはるディーラー少ないんちゃうっていう話、まず一つ深掘りしたいなというのと、もう一つインディアンモーターサイクル毎年限定モデルが販売されるんですけど、とにかくその限定の車両の導入数が少なすぎるというところで、逆にねインディアンを身近に感じることがないんかなというふうにも思ってまして、今日はそこのね2つの話題ちょっと掘り下げてお話ししていきたいと思います。まず1つ目、インディアンのディーラー少ないんじゃないか説について、2025年6月現在インディアンモーターサイクルの日本の正規ディーラーの数は25拠点あります。これが多いのか少ないのかっていうお話をしていきたいんですけれども、やっぱりね国内の4メーカーと比べるとそれはさすがに少ないということなので、外車メーカーの主要4メーカー、ハーレーダビッドソン、BMW、トライアンフ、ドカティのディーラー数とどれぐらい差があるのか、それぞれね公式のホームページのディーラーネットワークの数を実際数えました。発表していきたいと思います。ハーレーダビッドソン、これねオープン予定とかも含めてますんで、ハーレーダビッドソンはね全国でディーラー数約100です。やっぱり100店舗あると多いなって感じしますね。そして BMW モトラッド、こちらは全国でディーラー数が66店舗。トライアンフ、非常にね街中で見かけることもちょこちょこあります。トライアンフどれぐらいディーラー数かと言いますと35拠点。そして最後ドカティが全国で45拠点ということで、ハーレーダビッドソンの約100っていうのはやっぱりちょっと飛び抜けて多いんですけど、トライアンフの35拠点とドカティの45拠点に関してはインディアンモーターサイクルの25拠点と比べてもそこまで差はないのかなと思いまして、特にトライアンフとインディアンモーターサイクルどちらもメーカーとして似たような歴史をたどってきていると、どちらも昔すごく有名でそこから没落してすごい復活してきてるぞっていう共通点もあるので、ここはねトライアンフとインディアンモーターサイクルのディーラー数およびディーラー分布をね調べてみました。これね地図にね黒がトライアンフ、赤がインディアンっていう感じでディーラーの分布をねちょっと調べてみまして、どれぐらい違いがあるのか見ていきたいなと思うんですけど、これね地域によっては例えば北海道とか九州、あとはね意外と関西エリアはねトライアンフよりインディアンの方がディーラーが多いんですよ。10拠点差はあるんですけど、その10拠点の差っていうのを地図で見てみると、例えば九州の南の方とか、あとは北関東および北信越、インディアンモーターサイクルのディーラーがないところにトライアンフのディーラーがあるっていう感じで10拠点の差が出てるんですけど、地図よく見ていただくと皆さん中学校で習ったと思うんですが、太平洋ベルトね、日本の工業地帯が集まっているいわゆる太平洋ベルト地帯、関東から中部、関西、そして九州とね工業地帯が密集している人口が多いっていうエリアに関してはインディアンとトライアンフねディーラーの数ほぼ互角なんですね。これはね私もこの地図に丸をつけてて気づいたんですけれども、トライアンフとインディアンモーターサイクルディーラーの数は10個違うんですけど、意外とねインディアンあるなと思いました。どこにでもあるっていうわけじゃないんですけど、抑えなあかんところは
完全に抑えてあるなというのが、率直に感じたところやったので、この動画見てね、インディアンディーラー少ないなと思っている方まだまだ多いと思うんですけど、意外とあるよというところをちょっと覚えておいてもらったら嬉しいです。では、インディアンなぜ身近に感じないか問題2つ目、限定車の導入数がとにかく少なすぎて身近じゃない。これね、確かに思いました。日本導入2台とか4台とか確かに少ないです。限定車各メーカーいろいろ出してるんですけど、どれぐらい限定車が出てるのか、どのぐらい日本に入ってるのかっていうのを調べてみたので、これもねちょっとお話順番にしていきたいんですけど、2025年モデルの主要外車メーカーの限定車、ハーレー、BM、トライアンフ、ドカティ、そしてインディアンモーターサイクル、この5メーカーの限定車見ていきたいと思います。まずはハーレー・ダビッドソン、めちゃくちゃこれね話題になりましたファットボーイのグレーゴースト。これね、世界限定台数ちょっと調べたんですけど、世界限定の台数1990台で、日本に入ってくる台数は234台ということで、これね多いんか少ないんかちょっとピンとこんかったので、ディーラーさんの数で大体割りました。するとハーレーはディーラーが100拠点あるので、234台を大体100で割ると1つのお店さんあたり大体2台ぐらいはあるかなっていう感じ。続いて BMW モトラット R12S っていう限定車が出たんですけど、これね世界限定台数っていうのはちょっと不明やったんですけど、日本に導入される台数は200台とアナウンスされてたので、日本に200台入ってくる、じゃあディーラーさんの数が66っていうことなので、ディーラーさんの数で割ってみると大体3台、1ディーラーさんあたり大体3台という感じなんですけど、 R12S に関しては完全予約販売っていう感じで限定モデル出ますよっていう打ち出しやったので、即完売したと聞いてます。なのでこの辺ね BM さん限定モデル打ち出し方うまいなと思いました。続いてトライアンフ、こちらね限定車と限定モデルラインナップっていう感じで2種類お伝えさせていただくんですが、スピードトリプル 1200RX、 こちらね世界限定台数は1200台で、日本の導入台数は不明やったんですけど、国内のディーラーさんの数35っていう感じなので、各ディーラーさん 1,2 台ずつ入るかなと仮定しようかなと。参考になるのはおそらくこの BM の R12S、 1ディーラーあたり大体3台ぐらいは入るかなっていう規模感かなと想像します。そしてトライアンフのアイコンエディション、これが限定モデルというよりは限定ラインナップみたいな形で、毎年特別なカラーとか特別な仕様というので、今年はねアイコンエディションっていう名前でタンクのエンブレムがこう昔の筆記体のトライアンフっていう感じになって合計7機種出てるんですけど、世界限定台数とか日本導入台数っていうのがデータがちょっと出てなくて、これ何とも言えないんですけど、7機種出るのである一定の台数は作られるんちゃうかなと思ってます。なのでトライアンフの限定モデルに関しては限定ラインナップがちょっと多いので、1台あたりのレアさっていうのはちょっと薄いかなという気もしました。あとはドカティ、これねパニガーレ V4S ランボルギーニ、ドカティ今ね親会社にランボルギーニが入ってますので、ランボルギーニとコラボしたドカティの車両っていうのがちょこちょここうリリースされてるんですけど、世界限定台数693台、そのうち63台はさらに特別仕様になってますということなので、非常にレアな車両にはなるんですけど、日本導入の台数はちょっと調べても出てこなかったんですけど、これドカティディーラーさん情報によるとね、今まで出たランボルギーニのコラボとか、それに類する例えばディーゼルとコラボしたとかシュープリームとコラボしたとかいう限定モデルは片手で足りひんぐらいしか入らへんっていう噂なので、これは非常に日本導入少ない限定モデルなんちゃうかなと思います。
で、2025年のインディアンモーターサイクルの限定モデルなんですが、概要欄にも詳しい動画貼っておくんですが、空冷エンジンのモデルでスプリングフィールドスペシャルエディションロードマスターエリートで、水冷エンジンのモデルでチャレンジャーエリートとパースートエリート合計4機種出るんですけど、スプリングフィールドスペシャルエディションは世界限定50台少ない、日本導入が10台ぐらいで、国内ディーラー25拠点なので、1ディーラーあたり 0.4 台、置けへんディーラーさんが大半やなという台数で、ロードマスターエリート世界限定300台、日本導入4台、生産される台数自体がね、これまでお話ししてきた外車の4メーカーよりはもうすでに少ないぞという数になってますとね。チャレンジャーのエリートも世界限定台数が350台、日本にはたった3台と。パースートエリートに至っては世界限定250台のうち日本には2台しか入らないよということで、そもそも日本に入ってくる台数も少ないんですけど、世界限定で作られている台数自体が他のメーカーさんと比べると非常に少ないということが言えるんちゃうかなと思います。インディアンの限定車とお話ししてきた他のメーカーさんの限定車ね、限定台数の違いっていうところをちょっとフォーカスして考えてみると、ハーレー・ダビッドソン BMW トライアンフに関してはレギュラーラインナップの限定バージョンみたいな意味合いが非常に強いのかなという感じなので、商品ラインナップをバリエーション豊かに見せる、そういう売り方の作戦みたいなのを感じまして、非常にねやり方うまいかなと。ドカティとインディアンの限定車に関しては、生産がそもそも少ないっていうことを考えると、その分、こだわったものづくりしてるのでたくさんは作れへんよと。なんでその分作る数も少ないし、日本に入ってくる台数も当然少ないよという感じになってるのかなと思いました。インディアンの限定車がめちゃくちゃ少ないから、インディアンが逆にプレミアム感出すぎて身近に思えへんなっていうよりは、もともとこだわって作ってて数が少ないよと。なので日本に入ってくる数必然的にめっちゃ少ないよという感じかなと思いました。インディアンモーターサイクルの限定モデルがとにかく少ないよというところなんですが、数を売りたいための限定モデルっていうわけではなくて、メーカーのアイデンティティを知らせたいための限定モデルみたいな位置づけかなと僕は考えてまして、こだわったものづくりをするがゆえそもそも作ってる台数が少ないと。なので出回る量も日本に入ってくる量も少なくなっちゃうという感じかなと思います。なので、特にプレミアム感を出したいからとか、日本で売りたくないからっていうわけで数が少ないんじゃないよっていうのだけちょっとね覚えておいてもらったらええかなと思います。いかがだったでしょうか。インディアンモーターサイクルちょっとは身近に感じていただけたんじゃないでしょうか。インディアンのディーラーさんね、結構どこのお店さんも個性豊かなインディアン愛あふれるスタッフさん非常に多いので、ぜひねお近くのインディアンのディーラーさん足運んでみてください。バイク探し絶対楽しくなると思います。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしています。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。